突然始まる技術解説編第1回カッコ仮。本日のテーマは円柱のつなぎ方。こんな感じで2つの円柱をまとめていく編みぐるみの定番スキル。足と足をつなげてそのまま胴体を編んだり、すごい腕と胴体をつなげたりできる汎用性抜群の必需品。まあ便利。ついにはこれを使って髪の毛を作り出すやべえやつも現れたのだ。呼びました？本日のスケジュールはこちら。前半だけ見れば十分習得できると思うのだ。嬉しいな。はい、それじゃあ始めます。開用。円柱のつなぎ方は2つの円柱の位置関係によって3種類に分類できるのだ。1つ目は円柱同士を点でつなぐイメージ。3つの中では一番簡単。2つ目は円柱同士を近づけて線でつなぐイメージ。これが一番使ってるかも。最後は離れた円柱同士をつなぐやつ。これの出番は少なめ。でも頑張って覚えましょう。頑張りましょう。この3種類を順番に解説するのだ。3つのやり方の共通点は、片方の円柱を糸始末してもう片方の糸で編み進める点。今回はピンクの方を糸始末して青い方で編んでいくのだ。でもって今回つながってもらう円柱がこちら。お、いただきます。食べちゃダメなのだ。ゲゲー、ちょっとまずいかも。当たり前なのだ。これと全く同じものを用意する必要はないのだ。好きなものを使いましょう。準備はいいですか？それじゃあつなげてくのだ。編み方3種。まずは糸始末から。編み終わったら針を外してそのまま糸を切るのだ。ここでポイント。線でつなぐ場合はちょっと長めに切りましょう。後で縫い付ける時にこの糸を使うのだ。僕は15センチ強くらいで切ったのだ。そしたらとじ針に糸を通して下ごしらえしましょう。ゆっくりやるのだ。まずこの段の最初の細編みの頭2本に内側から針を通すのだ。次にこの段の最後の細編みの頭2本に外側から針を通すのだ。これでおしまい。糸端は後で編みくるんで処理するのだ。はい、そしてここでポイント。糸始末した部分は細編みそっくり。もうこれ細編みってことにしちゃっていいかな。いいと思います。ありがとうございます。この部分は細編みとみなして進めます。おめでとう。点でつなぐ方法から解説するのだ。まずは編み図をチェックするのだ。これは最後の段だけを抜き出して描いた編み図なのだ。実際の動画に合わせるために時計回りに書かれているから気をつけてほしいのだ。これから編む部分を書き足すとこんな感じ。編み始めはこの位置。ここから2つの円柱をぐるっと一周するように編むのだ。この細編みを編むときにピンクの円柱の方に乗り換えるイメージ。それでは実際に編んでみましょう。とりあえず引き抜き編みと鎖編み1目で立ち上がるのだ。細編みを3目編むのだ。一応補足すると、ここは毎回3目と決まっているわけではなくて、円柱をつなげたい位置まで細編みを進めれば OK なのだ。細編み3目編めたのだ。そしたらもう片方の円柱を用意してつなげていくのだ。今回は最後から3番目の細編みに針を刺すのだ。この位置も特に決まりはないのだ。ピンクの糸端を針の上に移動させるのだ。この後の細編みで一緒に編みくるんで固定するのだ。青い糸を持ち直すのだ。この時、針と糸の位置関係に注意しましょう。糸が針の奥に来るようにするのだ。ピンクの糸端を巻き込みながら細編みを進めるのだ。
編みくるむっていうのかな。まあ呼び方は何でもいいのだ。はい、これで円柱がつながったのだ。おめでとうございます。次の細編みを編む時も糸端を編みくるんでいくのだ。ちょっとわかりにくいけど、針の上にはピンクの糸が3本かかっているのだ。この次の細編みではもう編みくるまなくてもいいと思うのだ。大丈夫、僕もやってないから。そしてここで立ち上がりが来てしまうのだ。ああ困った、どうすんのこれ。思い出してほしいのだ。糸始末した部分はもう細編みってことになってるのだ。その通りだ。そしたらここに針を刺して普通に細編み1目編んでおくのだ。いいと思います。そして何事もなかったかのようにピンクの円柱の細編みを続けるのだ。皆さんのおっしゃりたいことはよくわかるのだ。この方法だと1目増えてしまうではないか。確かにその通りなのだ。でも立ち上がりの部分はもともと細編み1目程度の横幅があるのだ。細編みを編んでおいた方が編み地の歪みを抑えられるのではないかというのが現在の僕の考えなのだ。まあ編み目を増やしたくない時は編まないこともあるのだ。臨機応変に対応するのが良いでしょう。次がピンクの円柱最後の1目なのだ。ここでも糸端を編みくるんでもいいかもという風に後から思ったのだ。今度試してみよう。次の1目で青い円柱の方に戻るのだ。針を刺す場所を間違えやすいから注意してほしいのだ。あとここで糸が緩んだりすると編み目が大きくなってつなぎ目にでかい穴が開くことがあるので気をつけましょう。でも穴が開いても目立ちにくい位置だから後から適当に刺繍しとけば全然バレないよ。大丈夫。はい、これで円柱が完全につながったのだ。ここからはもう普通に細編みするだけなのだ。次の段もこの段に続けて編むことができるのだ。ちなみにピンクの糸端は別に短く切っておく必要はなくて、このまま編み地に詰め込んでおくのがおすすめなのだ。短く切ってしまうと後で編み直したりする時に後悔することになるのだ。綿の節約にもなって一石二鳥でみんなハッピーなのだ。編み終わったのだ。こんな感じでつながってるのだ。もう少し編み進めたものがこちら。ちょっと形が可愛いのだ。続いて線でつなぐ方法を解説するのだ。早速編み図チェックのお時間なのだ。この編み図も最後の段だけを時計回りに書いたもの。線でつなぐときは糸始末したピンクの糸を使って事前に2つの円柱を縫い付けておくのだ。今回はこの4目分を縫い付けてみるのだ。糸始末した部分も他の細編みと同様に1目分とみなして進めるのだ。その後編む部分を書き足すとこんな感じ。ここから編み始めて縫い付けた部分を飛ばしてぐるっと1周編むのだ。まずは縫い付けから始めましょう。縫い付ける目は事前に紫マーカーを塗っておいたのだ。青い円柱の内側から細編みの頭の糸2本を拾うように針を通すのだ。次はもう1目手前で同じように針を通すのだ。ピンクの円柱は糸始末した部分の糸を2本拾っていくのだ。同様にあと2目分縫い付けるのだ。この部分を何目縫い付けるかによって出来上がる形が変わるのだ。なおこの方法はめちゃくちゃほどきにくくなるという強烈なデメリットがあるのだ。
これについては動画後半のおまけでお話しするから、気になる方はチェックしてみてね。最後の1目の縫い付けは2回繰り返すのだ。編んでる時に縫い付け箇所が緩みにくくなるのだ。これで縫い付けはおしまい。ピンクの糸端は編みながら処理するからこのままで OK。 それでは編み進めていくのだ。おなじみの引き抜き編みと鎖編み1目で立ち上がるのだ。ひとまず細編みを1目編むのだ。次は縫い付けた場所を飛ばしてピンクの円柱に針を刺しましょう。ピンクの糸端を針の上に移動させるのだ。次の細編みで編みくるんでいくのだ。はい、これでピンクの円柱の方に移動できたのだ。やったね。このまま糸端を編みくるみながら細編みを進めるのだ。あと2回くらい編みくるめば十分なんじゃないかな。編みくるむ回数には特に決まりはないのだ。僕はその日の気分とかで適当に決めてるのだ。澄んだもんは自由、自由。澄んだもんはかわいい、かわいい。だからチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。もうええわ。どうもありがとうございました。動画はまだ続きます。皆さんは編み物に集中なさってください。次がピンクの円柱の最後の細編みなのだ。はい、これでピンクの円柱の方はおしまい。縫い付け箇所を飛ばして青い円柱に移動するのだ。針を刺す場所を間違えないように気をつけましょう。僕は縫い付けた位置に細編みをしてしまって知らないうちに1目増えちゃってることが何度かございました。編み直すのが面倒でそのまま減らし目で適当に数合わせをしてしまったこと、この場を借りてお詫び申し上げるのだ。反省してます。まあ編み直しすぎると毛糸が傷むから1目くらいは見逃してやるのだ。澄んだもんは寛大、寛大。編み終わったのだ。こんな感じでつながってるのだ。もう少し編み進めたものがこちら。ネギみたいだね。ちなみに今回は上から下に縫い付けたけど、こんな風に下から上に縫い付けてもいいのだ。いろいろ試してみてね。最後は離れた位置の円柱のつなぎ方の解説なのだ。それでは早速編み図を見てみましょう。編み図は最後の段だけを時計回りに書いたものなのだ。2つの円柱はさながら天の川を隔てた織姫と彦星のよう。あら素敵。そんな2人をつなぐ橋を架けるのだ。そう、鎖編みで。ということでポイントはこの部分の鎖編みなのだ。ここ以外は点でつなぐ方法とほぼ同じなのだ。編み始めはこの位置。ここから細編みを3目編んだ後、鎖編みをしてピンクの円柱に移動。ぐるっと編んで、今度は鎖編みの裏山を拾って戻ってくるのだ。もう一回ぐるっと編んでおしまいなのだ。それでは編み進めていくのだ。まずは引き抜き編みと鎖編みで立ち上がるのだ。細編みを3目編むのだ。繰り返しになるけど、ここは別に何目でもいいのだ。つなげたい場所まで編みましょう。編み終わったのだ。ここから鎖編みを編み始めるのだ。僕は4目編んでみるのだ。この鎖編みの長さが2つの円柱の距離を決めることになるのだ。そしたらもう片方の円柱を持ってきてつなげちゃいましょう。そうしましょう。
今回は最後から3番目の細編みに針を刺すのだ。別の場所でも大丈夫。ピンクの糸端を針の上に移動させるのだ。青い糸を持ち直してピンクの糸端を編みくるみながら細編みを1目。はい。次の細編みも糸端を編みくるんでいきましょう。ちょっとわかりにくいけど、針の上にはピンクの糸が3本かかっているのだ。この次の1目ではもう編みくるまなくても大丈夫。はい。ここまで編めたら次に立ち上がりがやってくるのだ。こんにちは。糸始末した部分にも針を刺して容赦なく細編みを編むのだ。立ち上がりの横幅はほぼ細編み1目分。ここにも細編みを編んでおけば編み地の歪みを抑えられるのではないか。なお立ち上がりなしの時はここに細編みは編まないのだ。この考えはあくまでずんだもんの経験から導き出されたもの。正解とか間違ってるとかはないのだ。ちょっとあなた、ここに細編み編んじゃダメじゃない。だってずんだもんが編めって言ってたから。あの人のことは信じちゃダメよ。頭に枝豆くっついてるし信用ならないわ。ずんだもんを悪く言うのはやめてください。あの枝豆が可愛いんです。それはわかる。次がピンクの円柱最後の1目なのだ。試しにピンクの糸端を針の上に持ってきて編みくるんでみるのだ。さっき思いついたことを早速試す機会が巡ってきたのだ。まあこれはやってもやらなくても変わんないかな。ここからは鎖編みの裏山を拾いながら青い円柱に戻っていくのだ。僕はこの裏山を拾う動作があまり得意ではなく、手元が少々もたついている点、お詫び申し上げるのだ。今回は鎖編みを4目入れたので、裏山も4つ拾っていくのだ。ここは裏山以外の糸を拾う選択肢もあるけど、僕は裏山を拾うのが一番綺麗に仕上がると思うのだ。裏山を拾った方が次の段も編みやすいんじゃないかな。4目分編み終わったのだ。次の細編みは青い円柱の方に編んでいくのだ。針を刺す位置を間違えないように気をつけましょう。はい、これで円柱がつながったのだ。離れ離れだった円柱たちが仲睦まじく手を取り合っているのだ。しくしく。皆さんがこぼす感動の涙のきらめきが僕の目にも眩しく映っているのだ。大げさなのだ。ここからは青い円柱の方で細編みを続けるのだ。そういえば大切なことをお伝えし忘れていたのだ。何のことかな。仙台の七夕祭りは8月開催なのだ。いい加減にせんかい。どうもありがとうございました。皆さんは編み物に集中なさってください。編み終わったのだ。こんな感じでつながってるのだ。次の段で橋渡しの部分を編むときは鎖編みの頭の糸2本を拾うことになるのだ。見た目は普通の細編みと同じだからあんまり迷うこともないかな。もう少し編み進めたものがこちら。編み方の解説はこれでおしまいなのだ。お疲れ様。お疲れ様でした。応用と注意点。僕が今まで作った作品の中から3種類のつなぎ方の応用例をお見せするのだ。これはピュアワンダフルの足をつないでいる場面。8目の円柱同士を点でつないでいるのだ。こっちは5本指のパーツをつないでいるところ。
円柱の太さは4目。僕が安定して編める最小の大きさなのだ。これはずんだもんの髪の毛を作っているところ。平たく潰した円柱を線でつないでいく方法は僕の髪の毛作りの上等手段になっているのだ。アーニャの髪の毛も同じ方法で作ったのだ。これはとっても大変だったのだ。足同士をつなげたり、腕と胴体をつなげるときにも便利な方法なのだ。何目分縫い付けるかはその都度変えているのだ。つなぐだけで勝手に減らし目になるから、その辺も考えて使うのだ。離れた位置でつなぐ例としては、この子の前足とかでしょうか。スズランの足も実はこの方法なのだ。円柱の太さは9目、鎖編みは1目だけ。次は僕が円柱をつなぐときに気をつけていることについて。これは断面の形と関係があるのだ。例えば点でつなぐ場合、つないだ直後の断面はこう。しばらく編み続けるとこんな感じ。それじゃあこの真ん中はわかるかな？きっとこんな感じなのだ。正解！ポイントはこのくぼみ。これが問題になるケースがあるのだ。これはスズランを編んだ時のワンシーン。つないだ足とスカート。つなぎ方はこれなんだけど、まあ細かいことはいいのだ。スカートを足にかぶせてワンピースっぽく見せかける戦略なのだ。お分かりいただけただろうか。この辺りがくぼんでるのだ。僕はこの後綿の詰め方を調整して全力でくぼみをごまかしたのだ。せっこい。このくぼみ問題はつなぐ円柱が太くなるほど悪化するのだ。スズランの足回りは9目、くぼみの影響は比較的小さめ。次の例を見てみるのだ。何これ、超かわいい。かわいいな。みんなのアイドル音符ちゃんの編みぐるみなのだ。後からスカート部分をかぶせることでワンピースに見せかける方式はスズランと共通。しかし足の太さは16目あり、結構太め。いや、これは問題発言なのだ。わけじゃないのだ。炎上系の例に仕方なくてふざけないでよ。誤解しないでほしいのだ。もう終わったな。ごめんなさいなのだ。この太さになってくるとくぼみを綿でごまかすのも限界があるのだ。こういう時は無理して足をつなげなくても別のやり方があるのだ。こんな感じで足と胴体を別々に作って縫い合わせればくぼみ問題は速攻で解決するのだ。やりました。くぼみにお悩みの方はこの方法もご検討ください。おまけ。円柱を線でつなぐときは最初に縫い付けるんだよと説明したのだ。縫い付けちゃうとほどいてやり直せなくなっちゃう。ふざけんなずんだもん。そんな声にお答えして僕が昔使っていた縫い付けない方法を紹介するのだ。この方法は引き抜き編みを利用してつなぐのだ。円柱2つを近づけてこの部分でつなぐ場合、編むイメージはこんな感じ。この辺の引き抜き編みがポイントで、ピンクと青の編み地を同時に編んでつなぐのだって言われてもよくわかんないと思うので実践するのだ。とりあえず細編み1目、ピンクの円柱を用意。内側から針を刺して、青い方にも刺して、こんな感じ。このまま引き抜き編み。こんな風に編むといい感じに編み地がつながるのだ。サクッとあと3目分やるのだ。最初っからこっちを教えてほしかったです。ふざけんなずんだもん。皆様のご指摘はよくわかります。でもこの方法には難点もあって、そのせいで僕はもう使ってないのだ。詳細は後ほど。引き抜き編み終わったのだ。編み地はこんな感じでつながっているのだ。
鎖編みを1目編んだ後、青い円柱をぐるっと一周して戻るのだ。ちゃちゃっと編むのだ。ちゃちゃちゃ、編み終わったのだ。わかるかな？わかるかな？なんとこの方法、青い円柱の方だけ1段分増えちゃうのだ。もう一段編んだものがこちら。青い方がでかいのだ。だったらさ、青い方を一段ほどいてから同じように編んだら完璧じゃん。すんだもんは天才。そんな風に考えていた時期が僕にもあったのだ。こんな感じになるのだ。2つの円柱の大きさは同じだけど、つながっている位置が1段分ずれている状態なのだ。あとちょっとだったね。もう一段編んだものがこちら。思いっきり引っ張って位置を調整すればごまかせるかもしれない。このつなぎ方を採用するかは皆さんに任せるのだ。今回の内容はこれでおしまいなのだ。みんなも円柱をつなぎまくって楽しい編みぐるみライフを送ってね。第2回があるかはわからん。だからカッコ仮なのだ。ご視聴ありがとうございましたのだ。